皆さんこんにちは。これは 2-way スピーカーの端子です。このショートバーを取るとウーファーとツイーターを分離できて別々に電線をつなぐことができます。これにどんな意味があるのでしょう。今回はこれを解説していきます。バイワイヤリングというのはこんな風にウーファーとツイーターに別々の電線を用意してつなぐことです。端子をショートして1本の電線でつなぐことをシングルワイヤリングと言います。シングルワイヤリングではウーファーの逆起電力がツイーターに流れ込んで高音を濁らせると言われてます。バイワイヤリングにするとアンプの端子を経由するのでその問題が減ると言われてます。見た目的にはそんな効果がありそうな感じしますね。ウーファーの逆起電力がツイーターに流れ込むという話ですが、実際どの程度流れ込むのか調べていきます。今回はこんなものを用意しました。クロスオーバーネットワークにウーファーとツイーターをつないでます。干渉を防ぐために2個用意して一方の回路だけ利用します。逆起電力はスピーカーを振動させると発生します。こんな風にスピーカーを向かい合わせにして一方のスピーカーから音を出してその音圧で逆起電力を発生させます。レコーダーを使って発生する電圧を記録します。これを周波数分析して観察していきます。まずはスピーカー端子に何もつながない時の結果を見ていきます。ウーファーから戻ってくる逆起電力は1番のポイントで観察できます。F0 つまり低域共振周波数のところで最大になってますね。広域はカットされて戻ってくるため非常に小さくなっています。問題は2のポイントです。ウーファーの逆起電力がツイーターに流れ込むという話でしたがどうでしょう。ここには低域をカットするフィルターがありますからツイーターにたどり着く前にカットされそうです。実際に測った結果を見てみましょう。ずいぶん小さくなってますね。10分の1、100分の1、1000分の1以下になってます。ウーファーで発生した逆起電力は最初に広域がカットされて次に低域がカットされますからツイーターにたどり着く前にはほとんどなくなってしまうことがわかります。つまりウーファーの逆起電力がツイーターに流れ込んで高音を濁らせるとかそういうことは実際には起こらないってことです。もう結果が見えてしまいましたがせっかくですのでもうちょっと実験を進めます。スピーカー端子にアンプをつないでみます。まずはシングルワイヤリングを観察します。
1番のポイントがだいぶ下がりましたね。アンプにつなぐ前は 8.8mV あったピークが 0.22mV に下がりました。ちょうど40分の1ですから、ダンピングファクターが40だってことがわかります。つまり逆起電力はアンプで吸収されて、その能力がダンピングファクターの数字そのものというわけです。ダンピングファクターは10あれば出てくる音にほとんど影響しません。この例でいくとここのライン、つまり10分の1より下になっていれば OK です。2番のポイントはどうでしょう。もともとあった逆起電力の山が見えませんね。消滅したようです。アンプをつなぐと逆起電力が吸収されます。ツイーターにたどり着くまでに跡形もなく消滅することがわかります。中域から上のギザギザはアンプの雑音です。ボリューム最大にしてツイーターに耳を近づけるとこれが聞こえます。バイワイヤリングにしたらどうなるでしょう。青の線がバイワイヤリングの結果です。1のポイントも2のポイントもシングルワイヤリングと全く変わりありません。わざわざ電線を追加してアンプを経由させたのにどうしてでしょう。このことは図から理解できます。ウーファーからの逆起電力を抑えているダンピングファクターはこの緑のルートで決まってます。アンプから2本の線が出ていますが、ツイーターに行く線をこっちにつなぎ替えても緑のルートに変化がありません。ということはダンピングファクターが変わらないってことです。つまり逆起電力を抑える目的でバイワイヤリングをやる意味は全くないってことです。もしバイワイヤリングをするならここをショートするといいでしょう。そうすると電線が並列になって抵抗が下がります。電線の抵抗もダンピングファクターに関係してますから、抵抗が下がればその分ダンピングファクターが改善されて逆起電力を抑えることができます。これは電線を10メートルとか長く伸ばして使った場合に有効です。バイワイヤリングの発展型にバイアンプという構成があります。こんな形のシステムです。こうすると干渉が0になりますが、ダンピングファクターが40もあれば変わらないでしょう。この構成にどんなメリットがあるのかちょっと思いつきません。バイアンプできるアンプはスピーカーを2系統使える設定ができますから、そっちの用途で使うのがいいと思います。今回はスピーカーの逆起電力をアンプが抑え込む様子をご覧いただきました。ダンピングファクターが高ければ抑え込む力が強くなってスピーカーが信号通りに動くようになります。つまりアンプによって音が変わる大きな要因の一つがこれなわけです。ダンピングファクターはケーブルの抵抗でも変わりますから、ケーブルを変えると音が変わる可能性があります。ここで注意しないといけないことは、アンプやケーブル自体が何か固有の音色を持っているわけではないことです。単体で見たらどれもフラットで無味無臭です。アンプやケーブルを変えるとダンピングファクターが変わってスピーカーから出てくる音が変わる。今回の動画でこの理屈をご理解いただけると嬉しいです。
オーディオ機器のような趣味のアイテムは作りや見た目が大事です。バイワイヤリングやバイアンプは理屈上意味ないですが、そういう仕組みがついている商品はついていないものより価値が高く見えます。無意味な過剰スペックもハイファイオーディオ機器にとって重要な商品価値と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。